よそ見をしながら歩いていた君は誰かにドンとぶつかってしまった。ぶつかった相手が振り向くと、城であった白の教団の三人組だった。賢者のような老人は白羽殿大丈夫ですかと若い女を気遣う。白羽と呼ばれた女は一言白磁ありがとうと老人に返した。続けて白磁という名の老人はブランといかつい男を呼んだ。いかつい男が白磁と白羽を守るようにぐいっと前に出る。三人組は我らを白の教団と知っての無礼かと君たちに詰め寄ってくる。君は足を押さえて大げさに痛がりながら白の教団の連中に治療費を請求した。ブランが君の足をさすり骨など全く折れていないことを確かめた。君は軽く謝りながらその場を立ち去ろうとする。その時君の手にはなんと相手の財布が握られていた。ブランがこいつが財布を盗んだぞと声を上げ武器を構える。やるしかなさそうだ。おっとご心配なく。棺桶カードを置きましたが本当に死んだわけじゃありませんので。白の教団の三人組にコテンパンにやられた君たちは地面にひれ伏していた。その弱さでよくドラゴン退治などと白の教団連中は呆れた顔をしている。君たちの弱さを憐れんだ白の教団連中は魔法でその傷を癒してくれた。早く三つ目の町の魔物研究家のもとへと白磁が他の二人をせかし三人は町から出て行った。当てどなく歩く旅も楽しいものだが、もし何らかの指標が欲しいなら街道沿いに進むといいだろう。お疲れ様でした。草むらの中に古びた望遠鏡が落ちている。君は進路の先をそれで確認してみることにした。望遠鏡を覗いた君は遥か彼方に何かがいることを発見した。しかしそれ以上はっきりとは見えない。あの先に何かいることだけは分かった。近づいて確かめることもできるが、君は使い勝手の悪い望遠鏡をその場に残し慎重に近づいていった。するとたむろする魔物たちの姿が見えてきた。君はまるで自分が正義の騎士になったつもりで魔物たちに戦いを挑んだ。君は剣をかっこよく鞘に収めるとどうだと言わんばかりに得意げな顔で仲間の方を見た。しかし君を見ているのはクロエだけだった。クロエの呆れるため息だけがやけに大きく聞こえていた。蹴散らしましょう。旅を続ける君たちの前に怪しげな老人が現れた。老人は薬の瓶をじゃらじゃらと腰に下げている。老人は薬師だと名乗った。画期的な新薬を発明したので君たちの誰かに飲んでみてもらいたいようだ。薬師は試して損はないと押してくるが、さてどうしようか。クロエは嫌がったが、やがて私が何かの役に立てるならと薬の瓶に口をつけた。するとクロエの魔力がみるみるとみなぎっていく。その魔力はクロエの体からあふれ出し、すぐ隣にいた君はクロエの魔力に当てられ弾き飛ばされてしまった。君は尻餅をつきながらクロエと口論を始める。気づくと薬師はもう姿を消していた。その後溢れ出したクロエの魔力はすぐ元に戻った。宿屋に行くと店主が「休んでいくかい?」と声をかけてきた。君は魔物が落とした紙切れを拾った。紙には汚い字で何かが書かれていた。どうやら奪った宝の隠し場所を記したものらしい。君は旅の途中で探してみようと思い紙切れをカバンの中にしまった。
君は勇気を出すと役に立たない望遠鏡を投げ捨て仲間と共に駆け出した。どうやら魔物のようだが、なんだかとても個性的な動きをしている。しかし魔物は君の姿に驚いて逃げてしまった。水のカードは通行止めです。水のカードの上は通れません。残念ですが、どれだけ頑張っても水の上を通れるようにはなりません。どこからか君たちを呼ぶ声がする。周囲を見回すと、旅人らしきおじいさんが穴にはまってジタバタしていた。君が穴から引っ張り上げると、おじいさんはついでに次の町まで連れて行ってくれと頼んできた。次の町に住む古い友人に会いに行きたいそうだ。お礼は弾むと言っているが、次の町まで連れて行ってあげるか。聞けば、おじいさんはどこかの資産家らしい。これは謝礼が期待できるぞと君は思った。旅のついでに次の町へ立ち寄ってあげよう。次の町にたどり着くと、資産家のおじいさんはほっとした表情を浮かべた。おじいさんは謝礼だと言い、荷物から金貨の入った袋を取り出して君に手渡した。今会いに行くぞ、愛しのマイハニーとおじいさんは言い残し、町の中へ駆け出していった。商人は伝説の武器を買う気になったのかと君に小声でささやいた。二人の男が岩に腰掛けて休んでいる。君たちに気づくことなく熱心に何かを話し込んでいるようだ。君がこっそりと聞き耳を立てると、彼らは盗賊らしいことが分かった。君は盗賊たちの会話をさらに盗み聞きした。断片的に言葉が聞こえてくる。戦利品は橋の手前を南下した先、迷いの森には入るな。どうやら盗賊たちは盗品の隠し場所を確認し合っているようだ。君は持っていた紙に急いで話の内容をメモすると、こそこそとその場を離れた。頭上で雷鳴が轟いた。落雷に気をつけねば。雷は君の間近に落ちた。ふと背後を見ると、クロエが黒焦げになっている。地面に魔物の足跡がたくさん残っている。君は不敵な笑みを浮かべ、カバンから紙切れを取り出した。君がカバンから取り出したのは、始まりの城の北側で拾った魔物のメモだ。しばらく辺りを探ってみると、草むらの中に隠された宝箱を発見した。あのメモは本当だったようだ。君は危機として宝箱を開けた。何のことはなく、相手は年配の女性だった。君はほっと胸をなで下ろした。せっかくなので挨拶しようとしたが、女性は君に気づくことなく言ってしまった。白の教団の連中がいけすかないと、君は道端の小石を蹴飛ばした。こら、とクロエが君を律する。八つ当たりは必ず己へ帰ってくるものだと。ふん、と君がへそを曲げたその時、茂みから大きな魔物が飛び出してきた。君が蹴飛ばした小石が当たったらしく、魔物はカンカンだ。戦うしかない。